What's one thing about parenting that surprised you? ママっていうのはこんなに四六時中子供のことをしているやとは思わなかった。 What's your baby's favorite food? このブルーベリーとストロベリーとバナナとフルーツが好きやね。みかん。ご飯はあんまり好きじゃない。あんまり手の込んだもの作ってもあんまり食べてくれやらへん。全然辛抱強くないけど、なんかの本で読んで3歳までは我慢することを覚える脳じゃないんだって。今は言ってもしょうがないんだって。だからって言わないんじゃなくて言うのも大切だとは思うけど、あんまりそこに期待しない。私と彼女も出会ってまだ2年ぐらいだから、我慢させることを覚えさせるよりもその信頼関係を築くことに重点を置いてます。私の大好物はカレー。この間の Vlog でスキンケアも紹介して、メイクとスキンケアの新たに動画を作りますちょっと今からお出かけしに行ってきます次行こうか暑い？でも美味しいじゃん。すーちゃんの成長を一番見られるっていうのはすごい面白いよね。私と母と父がなんか子供のこととかを学んでいて、大学でなんかそういう学部だったのかな。悩んだら母に相談したりとかはすぐしてる。疲れた？いっぱい歩いた？何それ？疲れた？なんで？歩いたからママがさずっと抱っこしてたんやけどさ、寝る前にさママの腰に塗ってくれない？なった？おいしい？おいしい顔して。おいしい人何それ冷たい。うわ子育てしようって思ってあんまり接してないかも。物事の良し悪し、それは親が責任持って教えなあかんなって思ってるけど、ずーっと同じ空間にいるからお互いに心地よくないとしんどくなってくるでしょ。しかもどうしても私の方が力を持ってるから一方的な関係になりがちだから、私の思い通りにしようっていう風には思わないようにしてる。子育てのメソッドとか教育とか知育とかっていうのはあんまり気にしてないかも。教育をしているっていうよりは一人の人間だと扱おうと努力してます。家族ってさ、近いからこそ何でも言えるし、近いからこそ尊重できなくなる時があるでしょ。でそれはまあ今まだ1歳やけど気をつけてるっていうこと、まあ、できたら嬉しいけど欲しいからって言って頼めるわけでもないし、ポジティブな意味で流れに身を任してます。何においてもそう、精神的なものが一番大事やと思うから、いかにこうストレスをためないか。子育てっていろんなやり方があるし、いろんなやり方をやってきた人が世界中にいるから、やっぱりいろんな意見があって当たり前やけど、ある程度気にしてある程度のところはもうそういう意見もあるんやなって言ってこう受け流す。出張に行ってさ、今日8日目、寝る前にちょっと今日こんなことあってんとか話せる相手がいないっていうのはかなりきついけど、夫婦としての距離感はお互いに、私は家で子供を育てながら家のことやって YouTube やって、私は私で頑張ってるし、元は元で自分のやりたい仕事をやってるから、まあ最高の状況なんじゃないかなって思う。お互いやりたいことがやれてるから。すーちゃんのおもちゃ見せて。だっておもちゃ来たおもちゃ来た人おもちゃ見せてあげて、すーちゃん。はい、おもちゃです。すーちゃんのおもちゃこれです。すーちゃんのおもちゃの部屋どこですか？はい。見せてあげて。はい。すーちゃんが見せてくれるみたい。おもちゃ見せてあげて。はい。好きなおもちゃはどれですか？それが好きだったの。おもちゃはね、全然買ってないの。お絵かきができるようになって、散歩行って見つけたものの名前を覚えた時に「タンポポ覚えたね」って言ったら、家帰って「タンポポの絵描いて」みたいな風に言ってきたりとかするから、あんまりおもちゃで遊ばないかもね。キャラものとかをあんまり買いたくないから
アニメはあんまり見せないようにしてる。家中がさアンパンマンとかなって嫌や。あと絵本がすごく好き。今日はねもうお風呂もジャポンって入って体だけシューッと表してシューッと揉んでたんからお化粧もまだ落としてないそんな毎日です。それで寝かしつけは9時ぐらいにして、で今11時半、2時間半は一緒に寝た。育児の質問が多くてびっくりした。育児なんて本当に正解のないことでしょ。すーちゃんが生まれてくる前は寝かしつけの本とモンテッソーリの本を買った。妊娠中時間があったからで結構読んでた。でも生まれてからは寝かしつけも親の方の根気負けでやめてしまって、今はもう一緒に寝てるし、モンテッソーリ教育ももちろん本は参考になるけど実践してるかって言われるとそうでもない。だってもう日々生きていくのが精一杯よ。もう子育てしてるっていう自覚はあんまりないなんか本当になんか対等でいたいのがすごくあるから、たとえすーちゃんが0歳でも1歳でも2歳でも対等でいたいっていうのはすごくあって、なんか尊重もしてあげたいし、逆にもうちょっと周りが分かってきたら私たちのことも尊重してほしいし、なんか母親やからこうしなあかんみたいなのはないかな。怒鳴ったり怒ったりはしたことないけど、結構感情とかもちゃんとすーちゃんに言ってるかも。ちょっと落ち込んでるしとかさちょっとしんどいしとかよく言ってるいい時も悪い時もね。やっぱりさ朝は元気やん誰でも。でもさ夜になっていくにつれてさ、もうなんていうの、このゲームでいうこの残りの体力がさ、もうお昼寝寝かしつけぐらいでもうさこれぐらいしかないのほんでお昼寝してる間に私もちょっと回復するけど、夕飯食べ終わったらもうほとんどもうゼロよね。でそっからお風呂に入れること、もうお風呂が一番大変。今ねすーちゃんが本当にお風呂嫌がんのよ。シャンプーハットとかみんな買ってる？頭洗うのすっごい嫌がんのやけど、例えばすーちゃんが私の年齢にじゃあなったとしてね、30歳のすーちゃんに言いたいことは、生まれてきてくれてありがとう。すーちゃんが生まれてきてくれたことは今まで経験してきた全てのことが肯定されたのね、私の中で。彼女の存在が私を幸せにしてくれてる。30年あったらいろいろ失敗もしてきたでしょ。いいことばっかりじゃないし、もしすーちゃんが何かで悩んだ時に今までの失敗談がすーちゃんに喋れる日が来るとなんかいいよね。ああ私もそんな思いしてたわとか思いたいやん早くそういう面では人一倍失敗も多かったから私ね主婦になりたいと思ったこと一回もないの。元と結婚した時も絶対仕事は続けたいと思ってたし、その時OL してたんやけど、一回さ働きたくても働けなかった状況があったから、もう絶対働き続けてたいって思ってたの。やっぱり社会とはずっとつながってたいし、働かない自分がすごく生産性がないなってすごくモヤモヤするのを経験してたから、主婦にはもう絶対なりたくないと思ってた。でもその妊娠してすぐぐらいかな、つわりがめちゃくちゃひどくて、本当に一歩も歩けへんかったの。めまいがひどくて何にも食べられなくて、だから赤ちゃんの栄養をあげなあかんのにあげんのにと思いながらも、もう全部戻しちゃったりとか、もう仕事なんか到底続けられない状況で、すーちゃんを産む直前ぐらいまであったかな。結局つわりが、子供産んだら仕事をしたいとは思ってたけど、育児ってこんな24時間なのみたいな。本とかでは読んでたけど、いつもこんなちっちゃい赤ちゃん来たらさ、やっぱりこんな大変だって思うやん、生まれた時ってまた主婦になって赤ちゃんのことは大変やけど社会とも断絶された、どうしたらいいんかなって思ってた時に、そのパオロさんの YouTube で仕事としてしている人がいるんやっていうのを初めて知って、なんかできそうって思ってそ1週間後にはそのレンコンハサミ揚げを取ってたの。なんか仕事したいなとか社会とつながりたいなって思ってた気持ちを叶えてくれたのが YouTube で、みんながさコメントこうやってくれるから、なんか今私はそれがモチベーションになってる。それまでは男の人に尽くすのが当たり前やと思ってたの。女性として男性の一歩後ろに下がるのがいいって思ってたの。そういう恋愛もしてきたし、そういう気持ちでずっといたけど、本当の自分は違ったのよね。男兄弟に挟まれて生まれて、ちっちゃい時は男の子になりたいと思ってた。
なぜなら女の子やから何々しなさいっていうのがすごい嫌やったのね。あんたは女の子やからちゃんと足閉じなさいとかね、そういう言葉遣いやめなさいとかね、親が教えてくれて今はすごい感謝してるけど、それを言われるのは嫌やったの、ちっちゃい時。だからずっとショートカットやったし、ピンクとかすごい嫌いやったお花柄とかすごい嫌やったな。ボーイッシュやったずっと。でもそれが成長していく中で、特にその、祇園という町に入って女性であることをそこで初めて誇りに思った。女性男性はほんま関係ない、今の時代もあって関係ないとは思うけど、でもやっぱり自分の中の女性性をそこで認められたから、その時代にね、そこにいた時代にお仕事やからさ、目上の方だったりとかとお話しするのを教えてもらうでしょ。でそれはすっごく今の自分にも役立ってるし、その10代で教えてもらってすごいラッキーだったと思ってるけど、そこを引退して祇園で教えてもらったことが当たり前だと思って東京で生活してきて、最初の方とお別れして一人で生きていかなあかんって思った時に、今までボーイッシュやった。でまた祇園っていう街に入ってギュッとこう矯正した、女性らしくならないと。でまたそこを辞めて結婚した。で女性らしくいようと思ってた。別れてその一人で生きていかなあかんっていうのはやっぱりこう自立しなあかんってなると、やっぱ男性性が強くなってくるよね。そこでなんかもう男性に尽くすなんていうのも嫌気がさすし、前の旦那さんのことも幸せにしてあげられなかったし、なんかその私はもう結婚ももちろんしないけど、恋愛さえもいいわっていう時期があったんやけど、元に出会って、再会して5年ぶりぐらいに再会して、元にはその反発心が生まれなかったの、私の中で。恋愛のイチャイチャっていう感じではなかったかな、最初から。どっちかっていうと親友みたいな17か18離れてるけど、なんかすごいいい友達見つけたみたいな感じWill you one day make a 着物マムクックブック、イエーイ、作りたい。どうやったら作れんやろ、みんな買ってね失敗者の方よろしくお願いします。あんまりお手伝いさんがいる家もあんまり知らんかも。全然調べてないけど、イメージとしてはお手伝いさんがいるって言ったらすごいなんか金持ちの人たちのイメージがあるので、仕事に戻りますか。夢があるから、夢っていうかね、目標、それに向かってやっていきたいなって思ってる。自分の中でみんなに伝えられるぐらい固まったらみんなに言いたいな。 DM できたのね。日本語どうやって英語を話せるようになった？全然話せません徐々に良くなってるねってみんな言ってくれるんやけど、いちいちその発音とかも調べて練習して話してやってるから、多分実際会ったら本当に喋れないの、まだまだ。どうやって英語で動画を作ってるかとかを見せたらきっと全然喋れへんやんってなると思うでも今度やろうかな。英語の勉強法とどこでどういう風にやってるかっていうのを、まだまだ全然できないなりにちょっとそういう動画も一本作ってみようかなと思います。落ち込んだ時はどうしていますか？これはすーちゃんが生まれる前までの話ね。落ち込んだらもうとことん落ち込む。もう精一杯落ち込んだら、次は今じゃあ何しなあかんやろっていうのを考えて、次の目標を考えてそこに突き進むだけ夢を叶えるためにどうしてきましたか？これさ、なんていうメソッドやったかな。私がね、その働いてる時にバーに行って仲良くなった人に教えてもらったんだけど、大谷翔平、なんかその日本のなんか有名なメジャーリーグに行った人もやっていたとか言うらしいんだけどね、目標書く、一番の目標で、それになるために必要なことを周りに書いていく。例えばじゃあ歌手になりたいとするでしょ。歌手になりたいんだったら今の自分に歌手になるために必要なことを周りに書いていくわけ。ボイストレーニングする、ギターを練習すると、知名度を上げるために SNS をやるとかさ、こういう図を書いていく。ボイストレーニングをするためには今の自分に何が必要かっていうのを周りに書いていく。そういう風にこういっぱいになるやん。いっぱいになったら自分が今やらなあかんことが見えてくるでしょ。それをやるだけ。そしたら
所になってるはず。あとはね、私がね昔好き合った人がね言ってたんやけど、どんだけ落ち込んだ時でも笑顔と掃除だけは誰かを喜ばせることができるって言ってたの。その時さ、すごい落ち込んでた時やったからさ、もうすごいこう響いたのよね。かっこいいみたいなDo you have a plan to do meet and greet with your fans? もうほんと涙出そうなぐらい嬉しい DM とか本当にもらうの。いや本当にみんなありがとう。どういう人が見てくれてんやろってすごい思う。全員が全員そのインスタ鍵開けてるわけでもないからさ、どういう人なんやろっていうの分からへん時だったりやん。結構見に行くのよ、 DM もらった人のところを。こういう動画とかで返していきたいなって思ってるの。還元していけたらなって思ってるの。でもやっぱりこのパンデミックが終わったらみんなに会いたいな。楽しみね、このコロナが明けるのがね。その頃には会っても直で喋れるように英語喋れながら、そうだから今私はめっちゃ英語が喋りたいの私なんでこんなにテンション上がってんのはもう1時やのにな子育てについての質問とか、私が言える立場でも何でもないけど、まあ、自分にやってることと自分への自戒も込めてお答えしました。私が一番言いたいことは、なんかそのこれだけやってますとかでは一切なくて、まだちっちゃいうちは手がかかるから、自分のこととかって本当に後回しになるやんか。でもやっぱりやりたいものはやりたい。 YouTube もやりたいし英語もやりたい。それは譲れへん。子育てで四六時中忙しくて自分のやりたいこともできなくてやったら本当にもう潰れちゃうからさ、多少無理してでもやりたいことやるのが私の息抜きかな。いや、みんないっぱい質問くれてありがとう。まあ、全部の質問には答えられなかったけど、ちょっとでもよく知ってもらえたら嬉しいです。お化粧として寝よう。顔だけ洗って寝よう。最近さ、なんかクレンジングバームっていうのが流行ってるでしょ。クレンジングバームを使ったらね、毛穴がねちょっといい感じなんじゃないって思うことがあった。